アクセスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ファッションジャーナリストの井上恵里です。ご活動について簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、私はパリに住んでて、日本の媒体に向けて記事を書いてるジャーナリストで、コレクションの取材でレポートを書いたりとか、大きいブランドだけじゃなくても、コペンハーゲンとか、今年は中央アジアのウズベキスタンとかの方にも行って、いろんな都市のファッションウィークとかデザイナーさんを取材するっていうのがメインの仕事です。パリはいつから日本の大学を卒業してニューヨークに行って2016年からパリっていう感じです。すぐに卒業されてから行かれたんですね。そうですね。卒業してもう数週間後に出ました、日本を。ニューヨークですでにお仕事もされてたっていう。そうですね。それは本当たまたまだったんですけど、行ってすぐその当時10年以上前にもう20年ぐらい LA に住んでるカメラマンさんっていう方とお知り合いになることができて、でその方がメンズの雑誌の編集の方を紹介してくださって、そこからコーディネーターの仕事をしたりとか、ライティングの仕事をしたりとか、あとニューヨークに住んでる日本人向けの雑誌の寄稿をしたりとか、ちょっとずつライティングの仕事をしてたって感じです。最初からなのでフリーランスでどこにも勤めたりとかはしてないです。ファッションの仕事に携わろうと思われたのはどのタイミングでしょうか。ファッションがやっぱ基本好きだったので、それを仕事にできたらいいなとは思ってたんですけど、私はあまりその若い時にこれやりたいみたいな、絶対これみたいなのあんまりなくって、どういう生活を送りたいかとか、どういう人生を送りたいかって考えた時に、旅をするのがまずすごい好きなので、旅をしていろんな国の異文化の触れる、でいろんなバックグラウンドを持つ人と知り合いたいっていうのがあったので、それができる仕事って何かなって思ったら、取材っていう名目でいろんな人に会えるじゃないですか。なのでライターとかジャーナリストっていう仕事いいなって思ったのと、旅をしながらパソコン一つで仕事ができるので、どういう人生が送りたいかっていうのがありきで、じゃあジャーナリストだなって思ってご縁もあって、そういう流れになって今に至るっていう感じです。ニューヨークからパリに来るきっかけは。きっかけはまずアメリカのビザが下りなくなった、更新ができなかったのが一つのきっかけなんですけど、もうニューヨークに行って2年目ぐらいでかなり街に疲れてて、ニューヨークは好きなんですけど、住むってなると結構私はあまり合ってなかったのかなっていうのは今思えばっていう感じなんですけど、で結構精神的にも病んじゃった時期もあって、でビザも下りないってなったから、じゃあ違う都市に行こうって決めて、でもその時すでにファッションをかなりやってたので、もっとファッションやりたいし、もともとヨーロッパが好きなので、もう12、3歳ぐらいで旅行に初めて来た時から。なので、やっぱりそっちの道に行こうっていうことで、パリを選んだっていう感じです。今までで一番良い経験ができたと感じたお仕事は何でしょうか。デザイナーさんへの取材は、もういつも学ぶことが多いので、今のロエベのディレクターのジョナサン・アンダーソンとかはアートにもすごい精通してる人で、時代を読む力が彼はすごいなって思うので、彼の哲学に触れる取材っていうのとか、そのデザイナーさんの哲学に触れる取材っていうのはどれも素晴らしい経験になってます。なかなか接することのできない方たち、本当に、すごい貴重ですね。ファッションジャーナリストとしての魅力っていうのもし加えることがありましたら。なんかファッションって政治とか経済とか歴史文化といろんなものとすごいつながってるんですよね。なので例えば一つのコレクションを見た時に、そのデザイナーが何を考えてそのコレクションで何を表現しようとしたのかっていうのを自分で考察しようとした時に、必ずそういう他の分野に触れないとそれを読み解いていけないので、単なる洋服っていうものだけじゃなくて、その背景にあるいろんな他のジャンルのことを学ばせてもらってる、学ぶことができるので、それが一番楽しいかな、ファッションジャーナリストの仕事としては。なので私もファッションが好きとか、単に洋服が好きっていうよりかは、ファッションを取り巻くその世界がすごく好きなので、そこに深みを一度感じるとどんどんハマっていくなって思います。コレクション取材の魅力について教えてください。なんかこの間 L の編集長さんとお食事する機会があって、これ編集長さんのお言葉なんですけど、ブランド一つに勤めてるんじゃなくて、メディアに携わってる人間は広範囲で物事が見れるから、
その一つのこの点っていうものじゃなくて、その点と点がどういうふうにつながってるのかっていうのを見れるから、これからの時代も必要な仕事だと思うし、それに携われてる私たちは幸せだよねっていうふうにおっしゃってて、いや本当そうだなって思って、ちょっとお言葉ここで借りるのあれなんですけど、まあそれがコレクション取材の魅力かなって思います。ファッションは映し鏡、時代を映す鏡ってよく言われますけど、コレクション取材すると本当それがわかります。印象に残っているコレクションはありますか？もうたくさんありすぎてあれなんですけど、一番印象に残ってるのはグッチの前回のディレクターアレッサンドロ・ミッケーレの一番最後のコレクションで、全く同じルックを着てる双子がショーに出てくるっていうショーがあったんですけど、なんか最初は一人ずつ出てくるんですよ。で、私たち座席に座ってて向かいに壁があるんですね。で、ショーの中盤ぐらいでその壁が開くんですよ。そしたら向こう側にも座席があるんですね。で、最初鏡で自分が映ってるんだと思ったら全然違う人がいっぱいいて、で、そこをこうルックがこう2人並んで出てくるんですね。あ、鏡なのかなって思ったら、それももちろん双子で、鏡じゃなかったみたいな、同じルック2つ出てきてるっていうのがいうショーがあったんですけど、そのショーの演出自体ももちろんそうなんですけど、全く同じように見えるものだけども違うアイデンティティがあって、一人一人ユニークな人間で個性があって、みんな違うんだっていうのが双子のルックを通して見えてくる。それをやっぱ伝えたいコンセプトだったのかなって思うので、それをなんとなくこう私なりに解釈して伝わってきた時に、もううわーって涙流れてもうほんと赤ちゃんみたいにもう魂が震えるっていう経験をしたので、あのショーは一生忘れないなって思います。来てみたいですね。うん、ぜひビデオで見てください。もうめっちゃすごいから。ファッションへのこだわりなどありましたら教えてください。私は背が低くて152センチしかないので、それを隠すために、あとまあ下半身とかも結構コンプレックスであんまり足とかも出したくないので、こだわりはそれをカバーしつつ全体のバランスがよく綺麗に見えるっていうのが、まあ一応こだわりですかね。なのでロングドレスが多かったり、流行り物とかは仕事的には敏感ではあるんですけど、自分が取り入れるものとしてはあんまり取り入れず、本当にもう長く愛情を持って使えるアイテムっていうのを大事にしてます。絶対に崩さない仕事の上でのマイルールはありますか？めっちゃ基本的なことですけど、締め切りに間に合わせるそれはもう12年ぐらいかな。もうライターのこういう仕事して一度もまだ遅れたことはないです。なのでそれは大事にしてます。ありがとうございます。ドキッとするようなこと。でもそうですよね。てか私はまあ基礎が全然なってないので、最初から自分なりの方法で仕事をしてきてるので、こうライティングのスキルじゃなくて、まあ、ちゃんと守るとか、もう本当基本的なことだけはちゃんとやらないとと思ってやってるって感じです。ちょっとバッと切り替えていただいて、はい、今の日ってどのように過ごされてるんでしょうか？友達と美術館に行って、美術館でエキシビション見て、その後カフェに行っておしゃべりして、街中散歩して公園に行ったり、のんびり過ごす感じが多いかな。美術館もなんかルーブルとかオルセーとか大きいのじゃなくて、モンマルトル美術館とかカルティエの美術館とか、まあ比較的ちょっと小規模な美術館に行くのが多いかな。本当ダラダラするときはもうずっと YouTube でお笑いを見てます関西人なんで、もうお笑いなしではちょっと生きていけません大阪出身ということで、はい、もうファッションの華やかな世界とはかけ離れて、笑ってます普段どのようなファッションで過ごされていますか？ TPO に合わせず結構ドレッシーなので、私は友達がみんなジーンズで来るようなカジュアルなところにもこういうドレスを着ていたりとかします。もう独自のスタイルを持ってらっしゃるということです。そうですね、まあ、自分の好きなものを着るだけって感じですけど、本当ロングドレスが私のユニフォームって思うぐらい一番多いですし、あとレザーのジャケット羽織ったり、テーラードのジャケットとかも好きですし、あとはバッグはミニサイズのバッグっていうのが基本ですかね。大人女性におすすめのワードローブの基本アイテムはありますか？ジルサンダーとかのドレスとかバッグ、シューズが結構おすすめですかね。っていうのも働く女性に向けた
こう日常着っていうのがすごいそのニュアンスがうまいんですよね。そのちょっとお出かけにも着ていく服、仕事に着ていく服、夜に豪華なディナーに出席する、どれにも対応できるようなドレスとかアイテムがあるので、本当いろんなオケージョンに対応するアイテムがあって、すごく洗練されててエレガントなんだけども、着やすさもすごく重視されてるので、心地も良くて着てると。なので私も本当ジルサンダーに袖を通すと、ちょっとなんかいい女になれたような気がするっていうか、うん。なので大人女性にはジルサンダーがおすすめですね。うん。お気に入りのカバンに関して。家族からもらったものがやっぱり一番思い出深いので大事なので、エルメスのバッグと、あとは、ジルサンダーやっぱり使いやすいっていうのと、ロエベのパズルとハンモックは皆さんご承知のお気の通り使いやすさとデザイン性がもう両立されてるなって思います。フランスと日本のファッションの違いを感じることがあったら教えてください。そうですね。日本人がいわゆるパリジェンヌって言ってイメージするジェーン・バーキンとかブリジット・バルドーとか今だったらジャンヌ・ダマスとかのそういう意味でのパリジェンヌっていう意味での違いだったらノンシャラン、自然体っていうのが多分一番あるかなって思います。本当髪とかもちょっとボサボサなぐらいがかっこよかったり、メイクとかもほとんどしないかったりとか、本当ありのままの自分を見せるっていうのが一般的に言われるパリジェンヌかなって思いますね。日本は結構ちゃんともうディテールまで丁寧に行き届いたファッション、メイクっていうのが日本かなって私は思うので、そこは大きな違いかなと思います。パリジェンヌならではのファッションの特徴やポイントを教えてください。女性らしいものが多分結構好きだと思うんですね、パリジェンヌって。だけどすごい露出するとかあからさまに女性らしさを出すっていうのじゃなくて、こう色気としてにじみ出るようなフェミニニティみたいなのがパリジェンヌかなって思うので、例えば T シャツを1枚選ぶにしてもすっごいピタピタはしないんだけどちょっと微妙に体のライン出るみたいな、ちょっと女性らしい曲線が見えるジーンズとかシルエットとかそのラインとかで見せるみたいなのがパリジェンヌらしいのかなって思います。私はパリに住んでるけど自分をパリジェンヌだとは思ってません。パリのファッションシーンにおいて注目すべきトレンドはありますか？本当今はクワイエットラグジュアリーっていうのが、まだ引き続きトレンドって言われてるので、クワイエット、静かなラグジュアリー、静かな贅沢、生地であったりとか、例えばジャケットの内側で自分しか見えないようなところにすごい刺繍があったりとか、ディテールにすごくフォーカスを当てるとか、素材感とか上質さっていうものを追求してるのが、クワイエットラグジュアリーだと思うんですけど、見せるんじゃなくて自分をいかに幸せにする洋服かっていうのが今の一つのトレンドかなと思います。ラグジュアリーファッションの市場だとフランスってフランスブランドいっぱいあるし、ほとんどのラグジュアリーブランドフランス発だけど、マーケットとしてはフランス人ってほとんどラグジュアリーに消費をしないので、物にお金をかけないので、お金持ちであればあるほど、貴族出身であればあるほどラグジュアリーのアイテムを買わないっていうのは結構通説であって、もっと体験だったりとか日常に使うもの、テーブルウェアとかおそらくインテリアとかそちらに投資するような感じなんだと思うんですよね。そういう意味でファッションは全然違いますね。パリの好きなところ教えてください。単純に美しいもう街が美しい。私は建築物も結構見るのがすごく好きで、自分のテイストにはすごく合ってて、もうすっごいたまに嫌なこととかもあるんですけど、パリに住んでて、もうそういうの全部差し置いてももう美しいからいいやって許しちゃうし、7年とか住んでもまだなんかこう今まであんまり通ったことのない細い道とか行ったら綺麗なものを見つけたりとか、それが、ファッションも同じで、その見せるためのものじゃなくて日常の中で、この歴史の中でできてしまった傷だったりとか、それにこう美しさを見出せるというか、そういう奥深い美しさがあるのがパリだなって思います。これまでの人生で一番の成功とは何だったんですか？成功の概念がね、難しいなと思うんですけど、成功って成功するとかしたとかって一つ何か成し遂げられるものっていうよりかは、こう流れる時間の中でそこにこう
あるものだと私は思ってるので、そういう私の概念があるというのを前提にして、今のところの成功っていうと、私の家族とか身近な人とか、特に母親が、私のことを誇りに思ってくれてるので、それが今のところの成功かなと思いますし、亡くなった祖父とか父とかも、天国で、あれ俺の孫なんだぜって仲間に自慢してるような誇りに思ってくれてたらいいし、そういう人間でありたいなと思って、生きてるのでそれが一つ成功かなと思います。ご家族がすごく仲がいいんだなっていうのを感じますご自身の人生哲学がありましたら教えてください。もう行き当たりばったりって感じもう私基本的に先の予定とか全く立てないんですよ。未来のことを基本的に考えないっていうのが人生で結構大切にしていることなので、もちろん仕事的にスケジュール組んだりとかもちろんあるんですけど、それ以外の自分のもっと大きな枠組みでの人生っていう意味ではもう全く計画は立ててないし、偶然の出会いの中からいろんな宝物を今まで見つけてきたので、本当に予定を立ててもその予定に縛られて今が制限されるっていう感覚が私はすごく嫌なので、未来の予定を立てないのは私の人生哲学の一つかもしれません。もう今しかない、今を生きるっていう感じです。全的な考えですね。でも 100% でいくって感じです。もう本当今だけ、今目の前の問題に取り組むし、今やらなければいけないことだけにもう全精力を注ぐ。今目の前にいる人のために仕事をするし、みたいな、もう本当今だけって感じです。本日はインタビューにお答えいただきまして、突然ですがありがとうございました。で、基本的に私ロングドレスがすごい好きなので、これはマルジェラですね。これもマルジェラです。これはバレンシアガのシューズで、これはもう本当にスペシャルな時だけ